これ、ゆうきさんっていう男性の方から聞かせていただいたお話なんですが、この方が高校生の時だってんですけれど、一時期、実家を離れておじいちゃんと二人で暮らしているっていう、時期があったそうなんですよね。はい。で、この話はその時に体験したお話なんですが、ゆうきさんその日、サッカー部で活動されていて、もう夜遅くまで練習してたんですよ。で、家に帰ってきた時にはもう夜中、夜ですよね、夜9時を回っていて、もうだいぶ遅くなっちゃったなと思いながら、ご飯食べたりお風呂入ったり、明日の準備をしたりして。で、布団に入った頃にはもう夜中の12時を回っていたそうなんですよ。彼の家ですね、2階建てで、部屋自体は2階にあるんですけれども、2階の自分の部屋に行っても布団に入ったらすぐ寝ちゃうんですよね。はい。それから、どれぐらいですかね、1時間ぐらい経って、外の風の音で目が覚めたっていうんですね。もうパチッと目開けると、まだ外は暗いし、携帯で時間見てみると、午前1時頃なんですよ。まだ全然寝れるじゃんと思ってまた目をつぶるんですが、そこからなかなか寝つけなくなってしまって。でそこで彼はイヤホンつないで自分の好きだった当時ハマっていた曲を一曲リピートの設定にして、聴きながら目をつぶってたんですよね。はい。曲の合間で何か自分の名前を呼ばれるような気がするって言うんですよ。その音楽がそういう風に聞こえるとかではないんですよね。イヤホンの外から名前を呼ばれるような気がして、あれと思ってイヤホンを外すんですが、シーンとしてる。風の音しか聞こえないんですよ。気のせいかって思ってまたつける。で、また目つぶると、やっぱり聞こえるんですよね。それが不安で、ちょっとイヤホンつけてるとどこから聞こえるかっていうのははっきりとわからないもので、怖かったので、片方だけ外して、片方で音楽聴きながら、この状態で寝よう。はいはいはい。そしたら聞こえないんですよね。やっぱ気のせいだったかと思って目をつぶってると、自分のその部屋ってのは2階にあるわけじゃないですか。ギシ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 って誰かが階段を登ってくるんですね。いるとしたらおじいちゃんだし、この足音ギシギシギシってちょっと不規則な足音じゃないですか。はい。普通階段登るときってギシギシギシっていうある程度一定なリズムになると思うんですけど、その時聞こえてきたのはギシギシギシっていうちょっと不規則なリズムだったんですよね。ゆうきさんこれ聞き覚えがあって、っていうのがおじいちゃんが階段登ってくる時の音なんですよ。どういうことかっていうと、おじいちゃんちょっと腰を痛めているので、手をつきながら登るそうなんですよね。ちょっと急な階段だったので。だからギシギシギシっていう風に登ってくる。で、おじいちゃんかって思った直後怖くなったって言うんですけど、おじいちゃんその時入院してて家にいないんですよ。じゃあ誰がって思った時に想像するじゃないですか。全く知らない誰かが四つん這いで上がってきてるっていうのを想像すると怖くて、うわっと思って布団かぶってブル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 震えてる。すると、ギシギシギシってだんだん登ってきて、ギシ、ギシ、ギシって階段登りきって自分の部屋に向かって歩いてくるんですよ。うわうわうわと思ってるとその足音、ギシ、ギシ、ギシ。自分の部屋の前で足止まるんですよ。うわ絶対に開かないでくれ、開かないでくれと思ってたら、スッと引き戸が開いて、女が立ってるんです。髪の毛が腰まである、ものすごく長い、女の人で、手に包丁を持ってるんですよ。普通これだけ見たら、泥棒とか不審者とかって思うと思うんですけど、絶対にそうじゃないって言うんですね。なんでかっていうと、ゆうきさん怖すぎてギュッて目つぶってるのにそこにいるのが見えるんですよ。はっきりとそこにいるのが脳内にわかるっていうので、うわ、なんだこれって思ってると、その女、このままじーっとこっち見てくるんですよ。ギシ、ギシ、ギシ。結局、部屋に入ってくることなく、そのまま廊下の奥に消えていったそうなんですよ。うわ、これ助かったのかなって思って、そのままストンと寝落ちをしてしまう。で、翌朝目が覚めて、なんでこれ目が覚めたかっていうところなんですけど、この時期、真冬なんですよね。で、部屋の中に入ってくるこの冷気で目が覚めたんですけど、この時期すごく寒いから、まず扉を閉めて寝るんですよ。だから、
冷気が入ってくることっていうのがまずない。だからちょっといつもと違う感覚で目が覚めたそうなんですが、引き戸の方を見ると開いてるんですね。はあ。昨日確かに閉めたはずなのに。って思ってると枕元にイヤホンが転がってる。イヤホン耳につけてみると、昨日聴いてたあの音楽がまだ流れてるんですよね。あれ、夢じゃなかったのかなって思ったタイミングで、お母さんから着信があって、はい、出てみると、今入院しているそのおじいちゃんが、今入院している理由とはまた別にちょっと病気が見つかってしまって、もう少し入院が長引きそうだっていう、そんなお話だったんですよ。はい。で、あ、そうなんだ、おじいちゃん心配だね。まあでも、全然自分一人でなんとか今やれてるから大丈夫だよ、みたいな話をしていく中で、ちょっと昨日あったことを自分の中でも整理したかったのもあって、お母さんに話そうと思ったんですね。で、昨日あったこと全部は、これこうで階段誰かが登ってきてって話をして、お母さん黙って聞いてくれるんですよ。で、話し終わって、いや、これ何だったんだろう、夢だったのかなって言ったらお母さんがボソッと、あなたも見たのねって一言言うんです。どういうことって聞くと、ここおじいちゃんのね、家ですから、以前お母さんも住んでたことがあったんですよね。お母さんもその女見てるんですよ。お母さんは、また寝てる時同じようなシチュエーションですよね。引き戸がさっと開いてそこに包丁を持った女が立っている。お母さん、目合っちゃったんですって。そしたらその女、スーって近づいてきて、持ってる包丁でお母さんのお腹ぐさっと刺すんです。その瞬間、お母さん気絶してしまうそうなんですが、翌朝、その刺されたところ、激痛で目が覚める。でも何もなってないんですよ。でそのまんま救急搬送されて、盲腸だったそうなんですよね。そのまま手術ってことになって事なきを得たんですが、その手術痕とはまた別に、まるで刃物で刺されたようなあざが今も残ってるそうなんですよ。うわ、あの女ってお母さんも見てるんだって思った時に、ゆうきさん、ふと思い出したことがあって、それが、以前、このおじいちゃんの家にですね、友達呼んで遊んだことがあったそうなんですが、その来る友達みんなが、お前お姉ちゃんいたんだなって言うんですよ。ゆうきさん一人っ子なんですよ。だからみんなからかってるんだと思ってたんですけど、今思えばみんなが言っていたそのお姉ちゃんの特徴っていうのが、腰まである長い髪なんですよね。ゆうきさんがね、始めた時、音楽聴いてたじゃないですか。自分の名前を呼ばれたような気がする。そうなんですよね。女の声だったそうなんですよね。だから、もうゆうきさんそこで全部合点がいったというか、ああ、この女ってずっと前からこの家にずっといるんだな。結局その後、おじいちゃん亡くなられてしまって、そのうち売り払うことになったそうなんですが、ゆうきさん曰く、もう全く別の方が今住まわれているそうなんですよ。だからもしかしたら、まだあの女っていうのはその家にいるんじゃないですかね。っていう、そんなお話だったんですよね。いや、何者なんでしょうかね。そうですね。なんかシチュエーションだけ見ると怖いんですが、ただ、例えば以前この話を別の場所でさせてもらった時に、アプス修正さんが聞いてくれてたんですけど、一見刺されたところが何か病気になってしまうように感じるけど、逆で悪いところを刺した可能性もあるよねっていうこともおっしゃられてましたね。要はもともとお母さんがそのお腹痛める前兆があったからそこを刺して知らせてくれたんじゃないかみたいな捉え方もできるんじゃないかっていうふうにおっしゃられてたんですけど、僕はこの話聞いて全然そう思えなかったです。もう怖い存在でしかない。僕もアプス修正さんのような最初見解だったんですけど、途中で盲腸が発見された後に全く別で刃物でね刺されたようなあざができてるって話したじゃないですか。それ聞いた時になんか違うのかなってやっぱ思ったんですよね。で結局その女っていうのはその後見ることはなかったそうなんですけど、階段登ってきて、ゆうきさんの部屋の前から立ち去ってるんですけど、階段を降りてってないんですよ。部屋の奥に行ってるので、出てってないんですよね、おそらく。その、奥に行ったところに何があるかっていうと、おじいちゃんの部屋なんですよね。その時おじいちゃんはそこに、いなかったわけですけど、結果その後おじいちゃん亡くなられてるってところもあるので、ちょっとお母さんの話を聞くとね、偶然とは思えない。今思ったんですけど、アプス修正さんは、ぐさっと刺した
で、そこを悪くさせたんではなく、もともと悪くなるんだよってところを知らせてくれたんだっていう見解だったじゃないですか。はい、やっぱ僕はそっちじゃないのかと今思いましたね。はい、やっぱりそのぐすっと刺したことによってそこが悪くなって、結果盲腸のようなものになってしまったんじゃないのかなって思った理由っていうのが、その後奥行ったんですよね。はい、おじいちゃんの部屋行ったんですよね。はい、で、もしかしたらそこにおじいちゃんはいないんだけれども、そこではおじいちゃんは見つからなかったけど、その後病室にいたか分かりませんが、おじいちゃんも刺されたんじゃないのかな。で、その時に刺された場所でお母さんが言ってました。今入院している理由とは別のものが見つかって、それで入院が長引くよっていうのは、その女性に刺されたところが新たな病気になってしまったのかなって今思いましたけど。だとしたら、全く変わってきちゃいますね。もう話の。だってそのタイミングでお母様が言ってる理由って、まさしくそうですもんね。タイミングドンピシャですね。なんか今のことじゃないんだけど、また別のものが見つかったんだよって、そのタイミングじゃないですか。まさにその女が現れた、翌日にそれ言ってるわけだから、その女が新たな病魔を、そのおじい様に、っていうような何か、病魔という呪いを、目があった。ただその方は目が合ってないから事なきを得たんだけども、目が合った人に病魔をという呪いを植え付けていく何か魔物のような、それがこう刃物というものが象徴的なもので、ぐさっとやったところが悪くなるっていう。怖いです、このチャンネル。何がですか？怖い怖い。いやいや、あなたの話なんですよ。あなたが今話してた話なんですよ。もっと怖いです。いや、違う。でもなんかそれ繋がりません？ちょっと。いや、本当ですね。なんかそこまでそのタイミングがたまたまかなって僕の中で片付けちゃったし、この結城さん自身も本当にたまたまっていう感じで話されてたんで、そこ僕、フックにならなかったんですけど、いや、ちょっと今お話聞いちゃうと、そうとしか思えなくなっちゃいますね。ただ怖いのが、目があったからお母様はそういうことがあったわけですけど、目が合ってなかった、そのお話をね、していただいた結城さんは何もなかったわけじゃないですか。はい、でも最初、結城って名指して名前呼ばれてんすよね。そうなんですよ。そう、この、お話の気味の悪いところって、結城さんのこと呼んでるし、おじいちゃんの真似して階段登ってくるんですよ。そうなんですよ。だから、狙い撃ちしてんじゃんと思って。掴みどころがちょっと、もう、わかんないんですよね。どこがもう何なのか。で、そのおじいちゃんの真似をしてるっていうと最近よくね、話として出てくるんですが、魔物っていう存在は自分が一番油断する姿、格好、声なんかを真似するっていう。でもどこか違和感があるみたいな話があるんですけど、おじいちゃんと同じような登り方をしてくるから何かそういう部分で魔物的な話かなとも思ったんですけど、魔物って入ってこれないんですよね。大体。でもスーッと開けて入ってきてるんですよね。そうなんですよね。何なんだろうって思っちゃいましたね。だから、もしかしたらもうその家自体がその魔物のテリトリー。そうか。だからずっと昔からそこにいるんですよね。居ついてるのかなっていうふうに僕は思ってはいるんですが。やっぱりそういったものは自分が見えてる存在を探してるっていう説あるじゃないですか。はい、そういう時には怖くても必死に頑張ってこう目を合わせない、じっとこう耐えるっていうのも一つ自分を守る方法なのかもしれないですね。そうですね。いやー、何この、すごいなんか考えれば考えるほど怖くなっていくっていう階段でしたね。怖かったですね。いや、だからあなたが話したんですよ。いや、怖かった。いやー、素晴らしいですね。